皆さんこんばんは。香港カンフー武術学院の総教練真鍋学山でございます。ご質問にお答えするというコーナーでございます。まずはですね、どういう質問かと言いますと、少年道の最初の部分でヤッチーチョンク、この基本好きですね、そちらを打ち出す時の話でございます。これは左からですね、ヤッチーチョンクを打つ時はこの体の中心、落ち師と落ち師の間、この団中というツボの部分にですね、剣を持ってきて、そこからまっすぐ突きます。これヤッチーチョンク、少年刀の中での型の名前で、技の名前でございます。こんな感じになります。その時にですね、この拳をですね、手首を90度に曲げてですね、平たく向ける。これが合理的にどうなのかというご質問でございます。この形がおかしいんじゃないかというご質問なんですよ。つまりですね、この手首の形はヒットポイントに対してまっすぐならなければならない。もしまっすぐならないとこんな感じでこう曲がったりねしますので、なるべくここはフラットでまっすぐの方がいいと。でこんな感じで目標物に当たると。だから力がちゃんと伝わるということになるんですよ。拳で考えるとここはまっすぐしておいた方がいいということなんですね。しかし詠春拳の基本はここをきっちりこう曲げましてね、背屈させて、でここをまっすぐ突こうというような感じになるんです。少年刀の最初の部分でもそうですし、リンワンパックといいまして、これ最後3回やりますね。1、2、3。この時のこれもここ曲がってないといけないんですね。これはなぜかということでございます。それでですね、他の詠春拳の教室でもここまっすぐするように教えてるところもあるようです。伝統的に詠春拳を学ぶ場合はここをしっかり曲げなければなりません。これはなぜかと言いますとね、これはね、バーチャン刀という武器を使用する際にこうしなければならないということになるわけでございます。経験の少ない詠春拳の指導者はやはりここがまっすぐの方がいいですから、まっすぐ構えて、それでまっすぐ打てばいいの。こうでね、少年刀の最初の場合、ヤッチーチョン君の場合でもここをまっすぐしてそのまま打ち出せばいいんじゃないかということを言ってる指導者も日本には存在します。しかしですね、なぜここが曲がっているのか、憲法どころのことだけ考えるなら、これは曲がっているよりまっすぐの方がいいです。もちろんこのままこうやって打った方が手首はまっすぐですからいがみませんので、問題なく打ち込めるということになります。しかし、伝統的な詠春拳の場合、そういうふうにはなりません。なぜならですね、詠春拳の技術というのは最終的にこのバーチャン刀を使うということになります。バーチャン刀を使っているわけですね。使ってこの詠春拳というのを完成させなければならないという技術体系なわけです。ですから初歩的に剣だけを用いる場合においても最終的なバーチャン刀を持った形というのを踏襲しなければなりません。刀っていうのは刃先を相手に向けないとダメなんですね。こう切
切るにしたって打ち込むにしたって刃先を相手に向けなければならないわけです。だから刀持ってるのにこうやって相手に攻撃する人は誰もいないわけですね。こう平たくね、こんな感じで相手を過激するということは絶対になるんです。刀は絶対こう相手に刃を向ける。スナッピングならこんな感じ、まっすぐ打つならこんな感じ。刃先を相手に向けるということになるわけです。これは刃はついてませんのでね、全然問題ないんですが、この刃先というものを相手の目標中心に向かって打ち込む必要があるわけです。だからですね、こうバーチャントを持てばですね、手首ってこうやって曲がってくるんですよ。刃先を相手に向けるので、何もなしでこうだから分かんないんです。相手に刃先を向けるからこの形になるわけです。この形。逆にこう手首を曲げないでまっすぐなったらこうなりますよね。これでまっすぐ打ち出して刀切れますかいうことになるんです。こう打っていってね、切れないですよね。これをちゃんとぐさっと相手に突き刺そうと思えば、刃先というものをまっすぐ相手に向かって向けなければならない。向くためには手首はこう曲がっていなきゃいけないということです。こんな感じですね。こんな感じで打ち込むわけです。そういうことがあるので手首はここ曲がるわけです。決してまっすぐとかになりません。ここは曲がるわけです。それで打ち込むわけです。これでこう打ち込んでる。で構えて打ち込む、構えて打ち込む、それの構えてですからこうなるわけです。ご意見とかですね、何かありましたらコメント欄でお答えさせていただきたいと思います。よろしくどうぞお願い申し上げます。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。